理論物理学の世界で長年議論されてきた重力の本質について、新たな視点から探る旅に出かけましょう。この動画を最後まで見ると、私たちが当たり前のように考えてきた重力は量子力学的であるという前提が、実は違う可能性があることがわかります。現代の物理学者たちが研究している量子重力理論を通じて、重力の本質と量子力学の関係について考えていきます。現代物理学には、2つの偉大な理論があります。1つは、アインシュタインの一般相対性理論です。これは宇宙の大きなスケールでの空間、時間、そして重力を説明する理論です。もう一つは量子力学で、原子や物質など、極めて小さなスケールの世界を説明する理論です。この2つの理論は、それぞれの領域で驚くほど正確に自然現象を説明することができます。しかし、この2つの理論は根本的なレベルで互いに矛盾しているように見えます。従来の考え方では、この矛盾を解決するために、重力を量子化して量子力学と統一する必要があると考えられてきました。しかし、100年近くにわたる物理学者たちの努力にもかかわらず、この統一は成功していません。現代の物理学者たちが研究している量子重力理論を通じて、重力の本質と量子力学の関係について考えてみましょう。重力が古典的なもので、量子力学的な性質を持たないとしたらどうでしょうか。この考えは一見すると突飛に思えるかもしれません。しかし、重力にランダムな性質を加えることで、量子力学との整合性を保ちながら、古典的な重力理論を構築できる可能性があるのです。例えば、地球という巨大な物体を考えてみましょう。地球を構成する無数の原子は、それぞれが量子力学的な不確定性を持っています。つまり、各原子は測定されるまで、複数の場所に同時に存在する可能性があるのです。これは量子の重ね合わせ状態と呼ばれる現象です。しかし、地球全体としては、このような量子的な不確定性は観測されません。これは、個々の原子の量子的な揺らぎが互いに打ち消し合うためです。これは、コインを大量に投げた時に、表と裏の数がおおむね同じになるのと似ています。このように、マクロな物体の重力場は古典的に扱うことができます。しかし、本当の量子的な物体の重力場はどうでしょうか。従来の考え方では、2つの可能性が考えられました。1つは、物体の可能な位置すべてに対応する重力場の重ね合わせを考える方法です。もう1つは、すべての可能な質量とエネルギーの分布によって、1位に定まる重力場を考える方法です。しかし、これらの方法にはそれぞれ問題があります。例えば、有名な二重スリット実験を考えてみましょう。量子の粒子が2つのスリットを通過するとき、粒子は両方のスリットを同時に通過する可能性があります。この時、スリットの間にテスト質量を置いて、粒子がどちらのスリットを通過したかを重力的に検出しようとすると、ハイゼンベルクの不確定性原理に違反してしまいます。このような問題を解決するために、物理学者たちは重力場自体にノイズ、つまりランダムな揺らぎを導入することを提案しました。これが現代の重力理論研究の核心です。この理論では、重力場は1位に定まりますが、各点でランダムに揺らぎます。この揺らぎの分布は、重力場を生成する物質の量子的な重ね合わせ状態を反映します。例えば、量子状態にある地球を考えてみましょう。地球が2つの異なる位置の重ね合わせ状態にあるとします。この時、リンゴは地球に向かって落下しますが、重力場の揺らぎのために、最初はどちらの位置に向かって落ちているのかはわかりません。リンゴは時々左の位置に引かれ、時々右の位置に引かれるようなランダムな動きをします。さらに、重力場のノイズと、それを生成する量子物質の間にはフィードバックが存在します。このフィードバックによって、地球の量子的な重ね合わせ状態は徐々に崩壊し、最終的に一つの位置に収束します。これは、リンゴが地球の位置を緩やかに測定しているようなものです。リンゴが地球に近づくにつれて、この測定の強さは増加します。最終的に、リンゴと地球は相関し、地球の位置が確定します。このような根本的なランダム性は、二重スリット実験での不確定性原理の問題も解決します。粒子の重力場自体がノイズを持つため、どちらのスリットを通過したかという情報は失われ、不確定性原理は保たれます。
物理学者たちの理論の最も革新的な側面は、決定論を放棄することです。重力場のノイズは真にランダムであることが要求されます。これにより、量子情報の保存という量子力学の基本原理も放棄されることになります。量子情報の保存は、多くの物理学者によって量子力学の根本的な基礎の一つと考えられてきました。しかし、量子情報の保存を主張することで、ブラックホール情報パラドックスのような様々な問題が生じていました。量子情報が量子的な揺らぎによって破壊されることを許容すれば、このようなパラドックスは存在しなくなります。このように、物理学者たちの理論は古典的な時空が量子物質の重ね合わせ状態とともに、どのように進化するか、そして量子物質自体が古典的な時空との相互作用の下でどのように進化するかを矛盾なく説明することができます。現代の重力理論研究が最終的な理論になるかどうかはまだわかりません。また、この理論が正しい方向を指しているかどうかも確かではありません。しかし、この100年来の問題に対して、新しいアプローチの可能性が存在することは非常に興味深いことです。この理論は、私たちの2つの偉大な理論を最終的に統一できるという記号を与えてくれます。このような複雑な理論を、もう少し身近な例えで考えてみましょう。私たちの日常生活で体験する重力は、実はとても不思議な力です。例えば、あなたが椅子に座っているとき、重力はあなたを地球の中心に向かって引っ張っています。しかし、なぜ重力は他の力と比べてこれほど弱いのでしょうか。磁石を使えば、重力に逆らって物を持ち上げることができます。これは、重力が電磁気力と比べて非常に弱い力であることを示しています。実は、この重力の弱さこそが、量子重力理論の解明を困難にしている要因の一つなのです。重力の影響が顕著になるのは、天体のような巨大な質量を持つ物体の間だけです。例えば、太陽と地球の間の重力は十分に強く地球を軌道上に保ち続けることができます。しかし、原子レベルでは重力の効果はほとんど無視できるほど小さくなります。これは、私たちが量子レベルでの重力の振る舞いを直接観測することを極めて困難にしています。物理学者たちの現代の重力理論研究の面白い点は、この弱さを逆手にとっているところです。重力が弱いからこそ、それは量子的である必要がないのかもしれません。むしろ、その弱さゆえに、重力は古典的でありながらも、ランダムな揺らぎを持つことができるのではないでしょうか。これを理解するために、雨粒の落下を想像してみましょう。ここの雨粒は、重力に従って地面に向かって落ちていきます。しかし、風や空気抵抗の影響で、その落下経路は完全に直線的ではありません。同様に、現代の重力理論研究では、重力が自体がこのような揺らぎを持っていると考えます。この揺らぎは、量子力学的な不確定性とは異なります。量子力学的な不確定性は、物質の本質的な性質であり、測定によって一時的に確定します。一方、重力上の揺らぎは、永続的でランダムな性質を持ちます。これは、河川の流れに似ています。マクロなスケールでは、水は一定の方向に流れていますが、ミクロなスケールでは、常に小さな渦や揺らぎが存在しています。このような考え方は、私たちの宇宙の理解に大きな影響を与える可能性があります。例えば、ブラックホールの内部では、重力が極めて強くなります。従来の理論では、この強い重力によって、地空の構造自体が崩壊すると考えられてきました。しかし、現代の重力理論研究では、重力場のランダムな揺らぎが、この崩壊を防ぐ可能性があります。これは、砂山の崩壊を防ぐために水を加えるのに似ています。適度な水分は、砂粒同士を結びつけ、砂山の構造を安定させます。同様に、重力場のランダムな揺らぎは、極端な重力環境下でも時空の構造を維持する助けとなるかもしれません。この理論は、宇宙の始まりであるビッグバンの理解にも新しい視点を提供します。ビッグバンの瞬間、宇宙は極めて小さな点から急激に膨張を始めたと考えられています。この時、重力を含む全ての力が一つに統一されていたはずです。しかし、もし重力が本質的に古典的で、ランダムな性質を持つものであれば、ビッグバンの平像も変わってくるかもしれません。それは、完全な無からの始まりではなく、
すでに何らかのランダムな揺らぎを持った状態からの始まりだったのかもしれません。私たちの住む宇宙がどのように誕生し、どのような法則に従っているのかを理解することは、人類の永遠の課題です。物理学者たちの理論は、その理解への新しいアプローチを提供してくれます。それは、必ずしも全てを量子化するという従来の方針だけが答えではないかもしれないということを示唆しています。私たちの宇宙は、量子的な法則と古典的な法則が、それぞれの役割を持ちながら共存している可能性があります。この考え方は、物理学の新しい地平を開く可能性を秘めています。さらに、この理論は私たちの技術発展にも影響を与える可能性があります。例えば、量子コンピュータの研究開発において、重力の影響は常に考慮すべき要因の一つでした。量子コンピュータは、量子の重ね合わせ状態を利用して計算を行います。もし重力が本当に古典的でランダムな性質を持つならば、それは量子コンピュータの設定に新しい視点をもたらすかもしれません。重力の影響をノイズとして扱い、それを積極的に活用する可能性も考えられます。これは、私たちが日常的に経験する現象にも通じるものがあります。例えば、音楽を聴くとき、適度なノイズ、残響は音の豊かさを増します。完全にクリーンな音よりも、むしろ自然な響きを持つ音の方が心地よく感じられることがあります。同様に、重力場のランダムな揺らぎも宇宙の物理法則において重要な役割を果たしているのかもしれません。この理論は、宇宙の大規模構造の形成過程についても新しい思想を与えます。従来の理論では、宇宙の初期にあった小さな密度の揺らぎが、重力によって徐々に大きくなり、現在の銀河や銀河団を形成したと考えられています。もし重力が本質的にランダムな性質を持つのであれば、この構造形成のプロセスも、これまでとは異なる形で理解される可能性があります。それは、川の流れが作り出す地形のように重力場のランダムな揺らぎが宇宙の大規模構造を形作っているのかもしれません。また、この理論は私たちが時間をどのように理解するかにも影響を与える可能性があります。量子力学では、時間は外部からの測定によって進むパラメータとして扱われます。一方、一貫相対性理論では、時間は空間と一体となった地空の一部として扱われます。現代の重力理論研究では、時間の流れそのものにもランダムな揺らぎが存在する可能性を示唆しています。これは、私たちの時間感覚とも不思議な一致を見せます。人間の主観的な時間の感じ方は、必ずしも時計の刻む物理的な時間と一致しません。時には早く、時にはゆっくりと感じられる時間の流れは、もしかしたら重力場のランダムな揺らぎと何らかの関係があるのかもしれません。このように、現代の重力理論研究は、物理学の基本的な概念に対して、新しい視点を提供してくれます。それは、決定論的な世界観から、ある種の不確実性を受け入れる世界観への転換を示唆しています。しかし、これは必ずしもネガティブなことではありません。むしろ、このような不確実性こそが、宇宙の豊かさと多様性を生み出している可能性があります。私たちの宇宙は、完全に予測可能な機械的なシステムではなく、予測不可能性とランダム性を含んだ、より生き生きとしたシステムなのかもしれません。このような考え方は、科学と哲学の新しい対話の可能性も開いています。決定論と自由意志の問題、因果律の本質、そして実在の性質について、新しい視点から考察することができるかもしれません。現代の重力理論研究は、まだ発展途上の理論です。しかし、それが示唆する世界観は、私たちの宇宙に対する理解を大きく変える可能性を秘めています。それは、完全な理解と制御を目指す従来の科学観から、不確実性とランダム性を受け入れ、それらと共生する新しい科学観への転換を示唆しているのかもしれません。このような視点は、現代の科学技術が直面している様々な課題に対しても、新しいアプローチを提供してくれる可能性があります。例えば、気候変動予測や生態系の理解など、複雑なシステムを扱う際に、このような視点は有用かもしれません。完全な予測と制御を目指すのではなく、システムに内在する不確実性とランダム性を認識し、それらを考慮に入れたアプローチが求められているのかもしれません。この理論の面白い点は、日常生活でも実感できる現象との類似性です。
例えば、風の流れを考えてみましょう。私たちは風の大まかな方向は予測できますが、細かな動きは予測不可能です。これは、重力場のランダムな揺らぎと似ています。また、この理論は宇宙の謎の一つであるダークマターの理解にも新しい視点を提供するかもしれません。ダークマターは、その存在は重力的な効果から推測されているものの、直接観測することができない謎の物質です。もし重力場自体がランダムな性質を持つのであれば、私たちがダークマターとして観測している現象の一部は、このランダムな揺らぎによって説明できる可能性があります。さらに、この理論は宇宙の加速膨張という謎にも、新しい解釈をもたらす可能性があります。現在の宇宙は、予想以上の速度で膨張を続けていることが観測されています。この加速膨張を説明するために、ダークエネルギーという謎のエネルギーの存在が提案されています。現代の重力理論研究の視点からは、この加速膨張も重力場のランダムな揺らぎの大規模な現れとして理解できるかもしれません。これは、海の波の動きに似ています。個々の水分子のランダムな動きが集まって、大きな波となって現れるように、重力場の微細な揺らぎが集まって、宇宙全体の膨張という大きな効果として現れている可能性があります。このように、現代の重力理論研究は、宇宙の様々な謎に対して、新しい視点からの解釈を提供してくれます。それは、私たちの宇宙観を大きく変える可能性を秘めています。これまで私たちは、すべての物理現象を完全に決定論的な法則で説明しようとしてきました。しかし、もしかしたら宇宙は、そのような完全な決定論では説明できない、より豊かな性質を持っているのかもしれません。それは、予測不可能性やランダム性を本質的な特徴として持つ宇宙かもしれません。このような考え方は、私たちの科学的思考にも大きな影響を与える可能性があります。完全な予測と制御を目指す従来の科学的アプローチから、不確実性とランダム性を受け入れ、それらと共生する新しいアプローチへの転換が求められているのかもしれません。それは、より謙虚で、より柔軟な科学的思考への転換を意味するかもしれません。このような視点は、現代の科学技術が直面している様々な課題に対しても、新しいヒントを与えてくれる可能性があります。完全な理解と制御を目指すのではなく、システムに内在する不確実性とランダム性を認識し、それらを活用する方向性が見えてくるかもしれません。それは、より自然な、より持続可能な科学技術の発展につながる可能性を秘めています。また、この理論は私たちの宇宙に対する哲学的な理解にも影響を与えます。なぜなら、この理論は宇宙の本質的な性質として不確実性を認めているからです。これまでの物理学は、すべての現象を正確に予測できる完璧な理論の存在を目指してきました。しかし、もし重力が本質的にランダムな性質を持つのであれば、そのような完璧な予測は原理的に不可能かもしれません。これは一点、科学の敗北のように思えるかもしれません。しかし、むしろ逆です。このランダム性を認めることで、私たちは宇宙の本質により近づける可能性があります。例えば、私たちの生命活動そのものが、ある種のランダム性に支えられています。DNA の突然変異は、生物の進化に必要不可欠な要素です。もし生命が完全に決定論的なシステムであれば、このような進化は起こり得なかったかもしれません。同様に、宇宙の進化においても重力場のランダムな揺らぎが重要な役割を果たしているのかもしれません。それは、銀河の形成や星の誕生、そして生命の発生にも影響を与えている可能性があります。このように考えると、ランダム性は宇宙の欠陥ではなく、むしろ創造性の源泉なのかもしれません。それは、新しい構造や秩序を生み出す原動力となっているのかもしれません。このような視点は、私たちの宇宙に対する理解を豊かにしてくれます。宇宙は、単なる機械的なシステムではありません。それは、予測不可能性とランダム性を含んだ、より生命的なシステムなのかもしれません。そして、このような理解は、私たちが直面している様々な課題に対する新しいアプローチを示唆してくれます。完全な制御を目指すのではなく、不確実性とランダム性を受け入れ、それらと共生する道を探ることが重要なのかもしれません。それは、より持続可能で、より自然な解決策につながる可能性があります。
さらに、この理論は私たちの日常生活における偶然の意味についても、新しい視点を提供してくれます。私たちは日々、様々な偶然に遭遇します。道で昔の友人に出会ったり、思いがけない発見をしたり、予期せぬ出来事に遭遇したりします。従来の量子力学では、このような偶然は量子的な不確定性が挙手的なスケールに現れたものとして解釈されてきました。しかし、現代の重力理論研究の視点からは、これらの偶然は重力場のランダムな揺らぎによって引き起こされている可能性もあります。重力は、地空の構造そのものを決定する力です。その重力にランダムな揺らぎがあるということは、私たちの住む時空自体が本質的に予測不可能な性質を持っているということかもしれません。これは、私たちの自由意志についての理解にも影響を与える可能性があります。完全な決定論的宇宙では、真の意味での自由意志は存在し得ないかもしれません。しかし、本質的なランダム性を持つ宇宙では、真の意味での選択が可能になるかもしれません。私たちは長い間、すべての現象を完璧な数式で説明しようとしてきました。しかし、もしかしたら宇宙は、そのような単純な方程式では表現できないものなのかもしれません。それは、音楽のように、数学的な規則性とランダムな要素が絶妙なバランスで調和している世界なのかもしれません。実際、私たちの脳の活動も、完全な秩序と完全なランダム性の中間のような状態で機能しています。もし脳の活動が完全に規則的であれば、それは単なる機械的な反応に過ぎません。逆に、完全にランダムであれば、意味のある思考や行動は不可能でしょう。同様に、宇宙も完全な決定論でもなく、完全なランダム性でもない、その中間的な性質を持っているのかもしれません。そして、その性質こそが、生命や意識、創造性を可能にしているのかもしれません。このような視点は、現代の科学技術が直面している様々な課題に対しても、新しいアプローチを示唆してくれます。例えば、人工知能の開発において、完全な論理的推論だけでなく、適度なランダム性を取り入れることで、より創造的なシステムが実現できるかもしれません。また、環境問題に対しても、自然のランダム性や不確実性を考慮に入れた、より柔軟なアプローチが必要かもしれません。それは、より謙虚で、より柔軟な、そしてより創造的な科学へのパラダイムシフトを示唆しているのかもしれません。私たちは今、そのような新しい科学の夜明けを目の当たりにしているのかもしれません。その意味で、現代の重力理論研究は、単なる物理理論を超えて、新しい文明の可能性を示唆する理論なのかもしれません。そして、この理論が示唆する世界観は、私たちの未来への記号も含んでいます。完全な予測や制御が不可能だとしても、それは必ずしも悲観的な結論ではありません。むしろ、そのランダム性こそが、無限の可能性を生み出す源泉なのかもしれません。本日の宇宙の神秘についての動画はいかがでしたでしょうか。もし星々の輝きのように心に残る内容でしたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。今日も素敵な宇宙の時間を共有させていただき、ありがとうございました。